こんにちは。Python VTuber のサプーです。今回はプロットリーとダッシュを使って Python でダッシュボードを作る方法を解説したいと思います。Web ベースのインタラクティブなダッシュボードが作れて、データ分析のためのツールや BI ツールが作れるので、ぜひ最後まで見てみてください。このチャンネルは Python に関する情報を発信しているので、チャンネル登録よろしくお願いします。またメンバーシップ会員しか見れない動画、ライブ、ディスコードもあるので、よければメンバーシップのご検討もよろしくお願いします。はじめに今回紹介するプロットリーとダッシュというライブラリについて簡単に説明しますね。まず、プロットリーというのはグラフを描画するためのライブラリです。グラフを描画するライブラリとしては、過去にマットプロットリブをご紹介しましたが、マットプロットリブみたいに棒グラフとか折れ線グラフとかが描けるグラフ描画ライブラリだと思ってもらえたらと思います。ただ、プロットリーはインタラクティブなグラフが描画できるという特徴があります。ここで言うインタラクティブとは、ユーザーの操作によってグラフの表示が変化するものだと思ってください。また、ダッシュというのは、Web ブラウザー上で操作できるダッシュボード作成用のフレームワークです。なので、プロットリーでグラフを描画して、それをダッシュで Web 上で操作できるようにすることで、使いやすい便利なダッシュボードが作れるというイメージです。では、実際にプロットリーとダッシュを使ってダッシュボードを作ってみましょう。まずは、事前にダッシュのライブラリをインストールしておきます。pip インストールダッシュでダッシュをインストールしておいてください。ダッシュをインストールすると自動でプロットリーもインストールされるので、プロットリーは個別にインストールする必要はありません。また、pandas という表形式のデータを操作するのに特化したライブラリーも使うので、pandas もインストールしておいてください。pandas については以前に動画を出しているので、pandas の使い方がわからない方はこちらを参考にしてみてください。次にダッシュボードを作るには元になるデータが必要ですよね。なのでデータを用意します。プロットリーのデータセッツという GitHub のリポジトリには様々なデータセットが用意されているので、今回はそれを使おうと思います。このウェブページの URL は概要欄に貼っておきますね。で、今回はこの2014 World GDP with Codes.csv という2014年の各国の GDP のデータが入力されている CSV ファイルを使おうと思います。なので、このファイルをクリックして開きます。そうすると、この CSV のファイルのデータが見れるので、どんなカラムがあるかを確認しておきます。カントリーという国名のカラム、GDP、ビリオンズという GDP の値のカラム、コードという国名コードのカラム、3つのカラムがありますね。このファイルのこのボタンを押してローカル上に CSV をダウンロードして使ってもいいですし、URL を指定してデータを取得することも可能です。URL を指定してデータを取得したい場合、この右上にある Raw というボタンを押して、このページの URL をコピーしておいてください。今回はこの URL からデータを取得します。では実際にプロットリーとダッシュを使ってダッシュボードを作るためのコードを書いてみましょう。まず対象の CSV ファイルを読み込みます。インポート pandas as pd で pandas をインポートして、pandas の readCSV を呼び出して、引数に先ほどコピーした URL を文字列で引数に渡して、GDP のデータを読み込んで、dfgdp という変数にデータフレームとしてデータを代入します。で、このデータを使ったグラフを描く前に、このデータをそのまま一覧表としてダッシュボードに表示させてみましょう。ダッシュボードを作成するには、ダッシュのダッシュというクラスが必要なので、from ダッシュインポートダッシュで、ダッシュクラスをインポートしておきます。そして、このクラスのオブジェクトを作成して、app という変数に代入します。そしてこのアップのレイアウトというプロパティにリストで表示させたいグラフなどを指定していきます。で、今 GDP のデータのデータフレームを一覧表にして表示させたいので、ダッシュのダッシュテーブルというものを使います。なので、ダッシュテーブルをインポートして、ダッシュテーブルのダッシュテーブルを呼び出して、それをこのリストの要素として指定します。そしてデータという引数に先ほど読み込んだデータフレームの toDict records を指定します。
これはデータフレームをリストと辞書の形式に変換するコードですね。そして最後に if name main という if 文を書いて、このスクリプトが実行された時の処理として app の run を引数デバッグを true にして呼び出します。一度これで動かしてみましょう。いつも通り Python の後ろにこのスクリプトのパス、今回だと main.py と指定して、これを実行してみると、このように URL が表示されます。これをコピーしておいてください。で、よく見てみると、サービングフラスクアップメインって書いてありますね。このダッシュは実はフラスクという Web フレームワークを使っています。で、コピーした URL を Web ブラウザーの URL 部分に貼り付けてアクセスしてみると、このように先ほど読み込んだ CSV ファイルのデータが一覧表で表示できました。ちなみにこのダッシュテーブルのページサイズという引数に数値を入れると指定した数の行数でページングがされます。なのでページサイズを10と指定して変更したコードを保存して先ほどの Web ページに戻ってみると10行ずつ表示されました。ダッシュは起動中にコードを変更すると自動でリロードされて表示が更新されます。では、このデータを使ってグラフを描画してみましょう。この GDP のデータは222カ国分のデータがあるので、先頭の10カ国のデータに絞って棒グラフを作ってみたいと思います。なので、一度 DF-GDP から先頭の10行のデータに絞って DF-bar という変数に代入しておきます。で、グラフを作るには、プロットリーを使う必要があるので、import プロットリー express as px と、プロットリーのエクスプレスをインポートしておきます。そして、ダッシュの DCC というものもインポートしておきます。この DCC は、プロットリーで描かれたグラフや入力用のパーツなど、インタラクティブな部品をダッシュボードで操作できるようにするためのものです。で、このリストのダッシュテーブルの記述の後ろにグラフを追加するのですが、DCC のグラフを呼び出して、フィギュアという引数にグラフを指定します。今回は棒グラフなので、px のバーを呼び出します。そして第一引数に先ほど10カ国に絞り込んだデータフレーム df バーを指定します。で、x という引数に x 軸にしたいカラム名を指定して、y という引数に y 軸にしたいカラム名を指定します。なので、今回だと x にカントリー、y に GDP ビリオンズを指定します。これで OK です。で、またコードを保存して Web ページを確認してみると、このように先ほどの一覧の下に棒グラフが表示できましたね。棒グラフの各国の部分をホバーしてみると、それぞれのデータが表示されます。また、px のバーのタイトルという引数に文字列を指定するとグラフにタイトルがつきます。例えば、タイトルに国別 GDP を指定して、またコードを保存して Web ページを確認してみると、国別 GDP というタイトルがついていますね。ただ、これだとインタラクティブなグラフというわけではないので、例えば GDP が大きい順に並び替えて表示、GDP が小さい順に並び替えて表示という切り替えができるような棒グラフにしたいと思います。なので、大きい順に並び替えるか、小さい順に並び替えるかの選択を画面上で行えるラジオボタンを作ろうと思います。場所的には棒グラフの上にラジオボタンを作りたいので、DCC のラジオアイテムズの呼び出し結果をリストに追加します。で、引数オプションズにラジオボタンの選択肢をリストで指定します。今回は大きい順、小さい順という2つの選択肢にしようと思うので、このようにリストで指定します。そして value という値にはデフォルト値を設定しておきます。今回は大きい順をデフォルト値にしておきます。で、ID という引数にこのラジオボタンの ID を指定します。今回は sort type という ID をつけておきます。これで一度コードを保存して Web ページを見てみると、確かにグラフの上にラジオボタンが表示できましたね。では、このラジオボタンの選択を変更することによって、グラフが動的に変わるようにしてみたいと思います。まず、ラジオボタンが操作されたタイミングで動く関数を一つ定義します。
今回はアップデート GDP グラフとしておきます。で、この関数は value という引数を受け取ります。この value には選択されたラジオボタンの値が代入されています。つまり今回だと大きい順という文字列が小さい順という文字列が入ってくるということです。で、もしも大きい順だったら DF、GDP を GDP の値で高順に並び替えて先頭の10カ国のデータを DF バーに代入するというコードを書きます。なので、if value イコール大きい順と書いて、if の中で df GDP の sort values を呼び出して、第一引数に GDP ビリオンズを指定します。そして高順なので、アセンディングをフォルスにして、先頭から10件スライスで抽出して df バーに代入します。小さい順だった場合、つまりそれ以外の場合は、高順じゃなくて小順に並び替えればいいので、大きい順の時の処理のコードのアセンディングの引数を true もしくは削除して df バーに代入します。このように入力された値に応じてデータフレームを操作することで、どのデータをグラフに表示させるかのコントロールをします。そして棒グラフの描画のコード、つまりここに書いてあるものをコピーして、この関数の戻り値に指定します。これで value の値によって大きい順もしくは小さい順の GDP の棒グラフを返すという関数ができました。で、実際にさっき作ったラジオボタンの値がこの関数に渡ってくるようにするためにコールバックというものを使います。なので、ダッシュのコールバックとアウトプットクラスとインプットクラスをインポートをしておきます。で、作ったアップデート GDP グラフという関数の上にアットマークコールバックとデコレーターをつけます。このデコレーターの引数に先にアウトプットオブジェクトを、次にインプットのオブジェクトを指定します。で、インプットにはこの関数の引数として渡される値がどこと紐づいているのかを指定して、アウトプットにはこの関数の戻り値として返す値がどこと紐づいているのかを指定します。まず、インプットはラジオボタンの値なので、ラジオボタンに設定した ID であるソードタイプという文字列をコンポーネント ID に指定します。そしてこれは値なので、コンポーネントプロパティに value を指定します。次に戻り値であるこのグラフをどこに埋め込みたいのかというと、このグラフのフィギュアに設定する値として埋め込みたいですよね。なので、もともとグラフの描画のコードを書いていた部分には、空の辞書を指定して、ここにも ID をつけます。今回 ID は GDP グラフとしておきます。そしてコールバックのアウトプットのコンポーネント ID に戻り値の埋め込み先である ID、GDP グラフを指定して、これはグラフなので、コンポーネントプロパティにフィギュアを指定します。また、もともと書いていた先頭10件を抽出するというコードは削除しておきます。これでコードを保存して、ウェブページを確認して、ラジオボタンを大きい順から小さい順に変更してみると、GDP の小さい順のグラフになりましたね。このように大きい順のグラフ、小さい順のグラフとインタラクティブなグラフが作れましたね。あとはこのダッシュボードにヘッダーをつけようと思います。ダッシュは HTML の要素の追加や CSS でのスタイルの適用を行うことができます。HTML、CSS については以前に動画を出しているので詳しく知りたい方はそちらを見てみてください。今回は HTML の H1 要素を追加しようと思うので、ダッシュの HTML をインポートします。で、H1 の要素はダッシュボードの一番上に表示させようと思うので、リストの先頭に HTML の H1 を追加します。そして第一引数に表示させたい文字、サプーのダッシュボード、そしてスタイルという引数に CSS のスタイルを指定できるので、テキストアラインセンターを指定します。これでコードを保存して、ウェブページを確認してみると、ヘッダーが表示できましたね。このようにダッシュボードに表示させたい文字やラジオボタンといった入力のパーツやグラフを追加してダッシュボードを作っていきます。なので、あとはどんなデータを扱うのか、どんな入力用のパーツを使うのか、どんなグラフで表示させるかを自分なりにカスタマイズすればよいということですね。ここで少しだけ PR をさせてください。現在、サプーの書籍が販売中です。
概要欄に詳細を載せておくので、気になる方はぜひチェックしてみてください。ここではプロットリーで描ける代表的なグラフの種類をいくつかご紹介します。一つ目が折れ線グラフ。これは PX のラインを呼び出します。例えば、この Apple の株価のデータの CSV ファイルを使って折れ線グラフを描いてみます。読み込む CSV を 2014 applestock.csv にして tf という変数に代入して TCC のグラフのフィギュアの引数に px のラインを呼び出した結果を指定します。第一引数はこれまでと同様にデータフレームを指定して X に X 軸にしたいカラム名、Y に Y 軸にしたいカラム名を指定すれば OK です。今回 X 軸にしたいカラムは日付である AAPLX、Y 軸にしたいカラムは実際の株価である AAPLY なのでこのように書きます。そしてコードを保存して Web ページを確認してみると折れ線グラフが描けているのがわかりますね。また、マーカーズという引数に true を指定してみると、グラフの中にマーカーを追加することができます。二つ目にご紹介するのは散布図です。これは PX のスキャッターを呼び出します。例えば自動車ごとの燃費や馬力や重量などのスペックデータが入力されているこちらの CSV ファイルを使って散布図を描いてみます。読み込む CSV を AutoMPG.CSV にして df という変数に代入して CCC のグラフのフィギュアの引数に PX のスキャッターを呼び出した結果を指定します。第一引数はこれまでと同様にデータフレームを指定して、X に X 軸にしたいカラム名、Y に Y 軸にしたいカラム名を指定すれば OK です。今回 X に燃費を表す MPG、Y に馬力を表すホースパワーを設定してみます。そしてコードを保存して Web ページを確認してみると、散布図が描けているのがわかりますね。3つ目にご紹介するのはヒストグラムです。これは PX のヒストグラムを呼び出します。例えば、国別のアルコール消費量のデータが入力されている CSV ファイルを使ってヒストグラムを描いてみます。読み込む CSV を2010アルコールコンサンプション by country.csv にして tf という変数に代入して TCC のグラフのフィギュアの引数に px のヒストグラムを呼び出した結果を指定します。第一引数はこれまでと同様にデータフレームを指定して x にヒストグラムにしたいデータのカラムを指定すれば OK です。今回ヒストグラムにしたいデータのカラムはアルコールの消費量であるアルコールなのでこのように書きます。そしてコードを保存してウェブページを確認してみるとヒストグラムが描けていますね。4つ目にご紹介するのが箱ひげ図です。これは PX のボックスを呼び出します。例えば、アヤメの花の種類ごとに花びらの長さ、幅などのデータが入力されている CSV ファイルを使って箱ひげ図を描いてみます。読み込む CSV ファイルを iris.csv にして df という変数に代入して DCC のグラフのフィギュアの引数に PX のボックスを呼び出した結果を指定します。第一引数はこれまでと同様にデータフレームを指定して、X に X 軸にしたいカラム、Y に Y 軸にしたいカラムを指定すれば OK です。今回 X 軸には、アヤメの種類を表すネームを、Y 軸に花びらの長さを表すペタルレングスを指定します。そしてコードを保存して、ウェブページを確認してみると、箱ひげ図が描けていますね。5つ目にご紹介するのは円グラフです。これは PX の π を呼び出します。例えば先ほども使ったデータですが、国別のアルコール消費量のデータが入力されている CSV ファイルを使って円グラフを描いてみます。2010アルコールコンサンプション by country.csv を読み込んで df に代入したら TCC のグラフのフィギュアの引数に px の π を呼び出した結果を指定します。第一引数はこれまでと同様にデータフレームを指定するんですが、国の数が多すぎて円グラフが細かくなりすぎてしまうため、先頭の5カ国に限定して円グラフを作ってみます。なので、スライスを使って5つのデータだけを指定します。そして values という引数に円グラフにしたいデータのカラム名を指定して、names という引数に表示させる名前のカラム名を指定します。今回円グラフにしたいデータのカラムはアルコールで、名前として表示させたいカラムがロケーションなのでこのように書けます。そしてこのコードを保存して Web ページを確認してみると円グラフが描けていますね。
6つ目にご紹介するのは地図上の散布図です。これは PX のスキャッターマップを呼び出します。例えばアメリカの都市とその緯度、経度と人口のデータが入力されている CSV ファイルを使って地図上に散布図を描いてみます。読み込む CSV を 2014US Cities.csv にして DF という変数に代入して DCC のグラフのフィギュアの引数に PX のスキャッターマップを呼び出した結果を指定します。第一引数はこれまでと同様にデータフレームを指定して、ラトに緯度を表すカラムを指定して、ロンに経度を表すカラムを指定して、サイズに点の半径となる値を指定します。今回、緯度を表すカラムはラト、経度を表すカラムはロン、点の大きさにしたい値は人口を表すポップなので、このように書きます。また、ズームという引数を3に設定して、地図がちょうど見やすいズームの値にしておきます。そしてコードを保存して Web ページを確認してみると、地図上に散布図が描けていますね。ちなみに、左クリックで地図上をドラッグ&ドロップすると、地図の表示部分を移動することができるし、このズームインボタンを押して、ズームしたり、ズームアウトしたり、右クリックで地図上をドラッグ&ドロップすると、このように角度を変えることもできます。プロットリーは他にもたくさんの種類のグラフが描けるし、引数を使ったオプションがいろいろあるので、皆さんが描きたいと思っているグラフもプロットリーで描けるんじゃないのかなと思います。公式サイトにどんなグラフの種類があるのか、どの引数を使えばよいのかなどが書かれているページがあるので、もっと詳しく知りたい方は、ぜひこちらのページを見てみてください。このページの URL は概要欄に載せておきますね。次に入力用のパーツの種類をいくつかご紹介します。一つ目にご紹介するのはプルダウンです。これは DCC のドロップダウンを呼び出します。引数オプションズには選択肢をリストで指定して、バリューにデフォルト値を設定します。例えば今回はオプションズに A と B と C という文字列を要素に持つリストを指定します。また、どのようにデータが取得できるのかを確認するために、ID に input という値を設定して、アップデートという関数の中で、受け取った値をプリントで表示させるという確認用のコードを用意しておきました。そして、このコードを保存して Web ページを確認してみると、A、B、C のプルダウンが表示されましたね。このプルダウンで選択されている値を変更してみると、このように選択した値がアップデート関数の引数として渡されたのがわかります。二つ目にご紹介するのはチェックボックスです。これは DCC のチェックリストを呼び出します。引数オプションズには選択肢をリストで指定して、バリューにデフォルト値をリストで指定します。例えばオプションズに A と B と C という文字列を要素に持つリストを指定して、デフォルト値、バリューに空のリストを指定します。コードを保存して Web ページを確認してみると A、B、C のチェックボックスが表示されましたね。A だけをチェックすると A という文字列を要素に持つリストがアップデート関数の引数として渡されたのがわかります。A に加えて C もチェックすると A と C という2つの文字列を要素に持つリストがアップデート関数の引数として渡されたのがわかりますね。3つ目にご紹介するのがスライダーです。これは DCC のスライダーを呼び出します。引数、min にスライダーの最小値、max に最大値、ステップに間隔、バリューにデフォルト値を設定します。例えば min に0、max に10、ステップに1、バリューに5を指定して、コードを保存して Web ページを確認してみると、0から10までの数値を選択できるスライダーが表示されましたね。スライダーを5から8に動かしてみると、8という数値がアップデート関数の引数として渡されたのがわかります。4つ目にご紹介するのは日付選択です。1日だけを選択するときは DCC のデートピッカーシングルを呼び出します。引数、デートにデフォルト値を設定します。
例えば2025年6月23日にしておきます。またディスプレイフォーマットという引数を使うと日付の表示形式を指定できるので、ディスプレイフォーマットに YYYY/mm/dd と指定しておきます。また日付を受け取る場合は、コールバックのインプットの引数、コンポーネントプロパティをデートに変更しておいてください。これでコードを保存して、ウェブページを確認してみると、2025年6月23日という日付が表示されていて、ここをクリックすると、カレンダーが表示されて、この中のどこか別の日付をクリックしてみると、クリックした日付2025年6月20日の日付がアップデート関数の引数として渡されたのがわかります。ただし、この日付は単なる文字列なので注意が必要です。必要に応じてデート型に変換するなどをしてください。また、1日だけじゃなくて、ある日付の範囲を指定したい場合は、TCC のデートピッカーレンジを呼び出します。引数スタートデートに開始日のデフォルト値を、エンドデートに終了日のデフォルト値を設定します。例えばスタートデートに2025年6月23日、エンドデートに2025年6月26日を指定しておきます。こちらもディスプレイフォーマットを YYYYMMDD にしておきます。またこの場合、コールバックにはインプットを2つ用意して、コンポーネント ID はこれまで通り ID の値であるインプットを指定しておいて、コンポーネントプロパティをスタートデートとエンドデートにします。そしてアップデート関数の引数を2つにして、その2つを表示させるように変更しておきます。このように2つの入力データを受け取ることも可能です。これでコードを保存して、ウェブページを確認してみると、2025年6月23日から2025年6月26日という表示がされていて、開始日の部分をクリックすると、カレンダーが表示されて、別の日付を選択すると、開始日が変更されました。また続けて別の日付を選択すると、終了日が変更されて、開始日も終了日も変更するたびに両方アップデート関数の引数として渡されたのがわかりますね。ここで紹介したもの以外にも入力用のパーツはいくつかあるので、もっといろいろな入力パーツを詳しく知りたい方は、こちらのページを見てみてください。URL は概要欄に貼っておきますね。最後にレイアウトについて簡単に説明します。これまでの方法でグラフを複数表示させようと思うと、このようにアップのレイアウトにリストで指定することになります。そうするとコンテンツは下に追加される形になるので、このように縦にグラフが並びますね。これを横並びにしてみたいと思います。横並びに表示させるための方法はいくつかあるんですが、この動画では Dash Bootstrap Components というライブラリを使う方法を解説します。これはプロットリーが公式にサポートしているライブラリではなくて、コミュニティが管理しているライブラリなんですが、シンプルな記述で簡単にレイアウトを変更できるためとても便利です。ブートストラップという CSS のフレームワークをベースにしているため、ブートストラップを知っている人はかなり使いやすいと感じると思います。まず、pip install dash bootstrap components で dash bootstrap components をインストールしておきます。で、ここに2つのグラフがあります。1つは先ほどのセクションで説明した折れ線グラフで、もう1つは同様に先ほど説明した散布図です。これを横並びに表示させるケースを考えてみます。まず、import dash bootstrap components as dbc で dash bootstrap components をインポートしておきます。そしてこれまでダッシュオブジェクトを作成するとき、引数には何も設定していなかったんですが、今回は第一引数にアンダースコア2つ、ネームアンダースコア2つを指定してください。そしてエクスターナルスタイルシーツという引数にリストを指定します。このリストの要素に DBC のテーマズのブートストラップを指定します。次にこれまでリストにしていた部分ですが、DBC のコンテナで囲みます。これが一番外側の部分です。そして1行で表示させたい複数のコンテンツを DBC のローの中にリストで指定します。さらに1行の中の1カラムを DBC のコルで囲みます。この時、コルの引数 MD にそのカラムがどの程度の幅を使うのかを指定します。
1行に複数のカラムがある場合、全カラムの MD に指定した値の合計が12になるようにします。今回だと2つのカラムを1対1の幅で配置しようと思うので、MD イコール6を両方に設定します。ちなみにこの M はミディアムの M で、画面の幅が760ピクセル以上の時に適用される設定になります。整理すると、一番外側がコンテナで、1行を表すローがあって、1カラムを表すコルがあって、それぞれ囲むことで横並びにコンテンツが表示できます。これでコードを保存してウェブページを確認してみると、確かに2つのグラフが横並びになりましたね。また、さらにこの下にコンテンツを追加したい場合は、1行を表す DBC のローを追加すれば良いです。例えば先ほど紹介したヒストグラムを描画しようと思ったら、2010アルコールコンサンプションバイカントリー .csv を読み込んで、さっき書いたローの最後にカンマをつけて、その後ろに DBC のローを追加して、DBC のコルに囲まれたヒストグラムの表示のコードを書きます。MD は12にしておきます。これが1行目でカラムが2つ。これが2行目でカラムが1つですね。これでコードを保存してウェブページを確認してみると、さらに下に1行追加されてグラフが追加できましたね。グラフだけじゃなくてラジオボタンのような入力用のパーツも同様に DBC のコルで囲めば OK です。このようにダッシュブートストラップコンポーネンツを使う場合、コンテナとローとカラムを使ってレイアウトをカスタマイズしていきます。今回の動画は以上になります。ぜひプロットリーとダッシュを使って自分ならではのダッシュボードを作ってみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。